こんばんは、フェマールでございます。本日は旧国道8号線を見に行きたいと思っております。旧8号線までは行きますけども、そこまでのアクセス路としての動画となりますのでよろしくお願いします。今現状の8号線です。これを右へ曲がってですね、越前市の火葬場の近くを通っていきます。あまり知られておりませんけども、この火葬場の奥に旧国道8号線へつながるアクセス路があります。右が火葬場でございます。そしてこの上行かせてもらいます。はい、火葬場をすり抜けてこちらから参ります。この先に確かね、滝があったんですよ。名前が養老の滝。あった。滝があります。確かに名前養老の滝やったと思うんですよね。意外に通れますね。よいしょ。おお、これは左はあれですね、林業路ですかね。残念なことに今日ね、雨降ってるんでね、ぬかるんでるんですよね。オールテレンタイヤになってるんで、まあ登れるとは思います。無理はしません。だいぶ荒れてますね。いや、結構奈落の崖だなよ。これフリードやったら完全いけませんね。パジェロ様々ですわ。ガタガタや。おお、分岐点が出ましたね。ちょっと待ってくださいね。左だね。右はなんだろう。右はなんか確かね、山頂公園があったんじゃなかったかな。あ、コンクリに舗装されてる。意外。そしてなんとか行けてますね。意外と大丈夫だな。僕は結構ひどい道だと思ったんですけど、もうなんだこりゃ。楽言うてもね、これフリーズじゃまあいけなくはないけどきついよ。そしてタイヤがね、今日ぬかるみだからスタックしやすいでしょうね。細い。でも狭いですね。左側が危ない。ここは怖いぞ。ここは気をつける。ちょっとここ怖いな。よいしょ。怖い。まあフリードでも来れなくはないな。来ない方がいいですけど。だんだん草木がひどくなってきたな。とてもいい車じゃ来れない。こっからぬかるみひどいぞ。ほら、オールテレンタイヤの威力発揮だ。余裕ですね。国道8号線かな、これは。なんだ、最後の最後に今度木はなんだ。来た。はい、ここが国道8号線です。かの昔
わあ、だいぶひどいな。今の国道8号線から火葬場登ってきて上がってきたところ、ここの交差点部分、ここがかの昔国道8号線だったところですね。で今日はもうここまでですけども、今度この部分いけるんかな。これここの部分どうでしょう。行けなくはなさそうだけど、ガードレールがこうやってあるってことは、まああまり行くなっていうことなんですよね。ちょっと厳しい道ですね。まあ行けなくはなさそうかなと思いますね。この向こう向かうと旧春日の隧道ですね。明治19年かなのすごい古い隧道があります。そこへ向かっていくんですけども、その途中で路面崩落してます。ですから車での貫通はできないです。ですからね、この先は一旦上まで行って崩落箇所まで行って、そこからいっぺん歩くとかしないとダメかなと思ってますね。まさかこれが国道8号線とは思わんでしょうね。これがで、なんでこんなとこに8号線作ったのかいまいちは謎なんですよね。今地図出しますけども、まああの通りそんな下行っちゃえばいいのになって思うんですけど、こんなところの山、なんでわざわざこんな山を迂回してるのかなっていうのが未だに謎ではあります。ちなみに車タイヤはこんなタイヤになりました。サイドにもこういう凸凹があるんでね、意外とサイドカットも緩和されるかなと思っております。ぬかるみ入ってったけど泥もちゃんとはけてますね。さすがです。あらかたどんなものか下調べだけここ入ってみます。ちょっとだけ行ってみます。まあ今度行く時に車で来れるかどうかっていうことですよね。すごいぬかるみだ。でも危険があるのでここで引き返しますわ。塚原町側は危険と判断しました。一遍こちらの敦賀川の方も少しだけ行ってみますロケハンです。ぬかるみひどい。でもまあ左側ね相当な谷底なんで、ここでやめときましょう。今日は晴れた日にまた参ります。これが国道やったとは思えない。じゃあ火葬場の方向へ戻りますね。はい、じゃあこっちの左へ曲がるともうね 176m の頂に向かっていく道がありますね。でそのてっぺんになんか駐車場みたいな感じに映ってるんで、一回左に曲がってみましょう。ただまあこっちは危険ですね。気をつけましょうね。でもこうやって林業の方々が山を手入れしていただいているおかげでこうやって通れてますし、あとまあ木もねこうやって間伐していただいているおかげで森が豊かにいるわけですよ。その辺は感謝ですよね。だから林業の方々って大変ですよね。こういうとこ僕ら趣味で来てますけど、こういうとこ仕事で来ますからすごいもんだよ。路肩注意。ぬかるみは路肩注意です。枯れ草がひどいな枯れ草がめちゃくちゃ滑るんですよねこれって気をつけないと。そしてね、いい車では来れません。私も傷ついていい覚悟で買ってますので、傷つくよりも落ちないことを優先しております。傷つかないようにして走ってったらね、そんだけ端っこ寄らなきゃいけないから、おおなんでこれこれはいけんか。これは無理か。これは無理かなひでえな。これは無理か。さすがにちょっと待ち。山頂までちょっとだから歩いていこっか。
歩けるとこだけ行ってみますわ、いっぺん。せっかくなんで。まあさすがにこれは端折るめに行くんでも無理なんでね、のけていけばいけなくはないけどめんどくせえ、さすがに。この大木さえのければいけたかいけたかって普通はいかねえよな。こう考えると自転車の方がいいかもしれないですね。ああ、ひどい、木立ちがひどい。もうこれあれだもうズボンベタベタだよこれまあこの程度ならね踏み越えていけるんですけど。お、なんだこれ、なんか看板がある。観察広場単調路、あ、遊歩道があんだ。やっぱなんかそういうレジャー的な場所だったんですね。意外と遠いなあ、そしてこっち左見ると、まあ見えるかな、越前市の温泉ゆらりっていうのが見えますね。その山の上なんだ。やっぱこういうとこ来るとね、最後まで見たくなるってのが人の差がじゃないですか。僕だけできればね、最後まで見たいもんじゃないですか。諦めたくないっていうか、ワクワクなんですよね。多分頂上ですね。はい、ここが多分頂上でしょう。だからなんかあるっていうわけでもないかな。おー、到着です。だからなんだって感じだな。さっきボーボーだからなんかあるわけでもないんだよね。山アップ見たところ今176メーターの山頂ですね。山頂言うてもまあ周りよりは低いんですけど、そしてこの真下ぐらいに火葬場があるはずですけど、覆いかぶさってますね。ベタベタだ戻ります。ちなみに下崖、結構崖ですね。山の稜線を歩いてる感じですね。じゃあ元の道戻ってまいりますか。ちょっと霊柩車来ちゃったんで待ってます。こちら火葬場前ですね。取りしに来てます。それじゃあ火葬場を抜けて、こちら今の8号線となります。なんでこっちに旧国道8号線使わなかったのかな。なぜあの山道を通って旧国道8号線を使ったのかは謎でございます。では本編の旧国道8号線の部分は近々またやります。晴れた日にソウル元旦でやってまいりますので、それまでお待ちください。では今日はこれまででございます。お待ちくださいませ。あれでした。ありがとうございました。バイバイ。